どうもこんにちは、川口の健です。今日はホールカットの靴、これですね。この靴、前回出し縫いをやったんですけど、今ソールはこんな感じになってます。今回の動画ではドブ起こし、この革のペラペラですね、これを戻してベベルドウエスト作ってコバを仕上げていきたいと思います。まずこのウエスト部分、今回銀付きベベルドウエストやるんですけど、ドブ起こししたところ、今こうやってねテープでめくり上げてあるんですけど、これをこのウエスト部分にこうグッと巻き込んでかぶせて、この出し縫いの糸を隠すというね、そんなやり方です。そのためにまずこのフラップをかぶせるところを加工していきます。包丁で斜めに切り落としていきます。次はガラスで削っていきます。なだらかになるように削りました。すごいね、成果が分かりにくいんですけど、こんな感じになってます。ここが角張ってるのに対してこっちは丸みがついてます。じゃあここに糊を塗ってフラップを戻していきます。水をつけて柔らかくします。じゃあまずはこのフロント部分ドブ伏せしていきます。ウエスト部分も伏せていきます。ここは巻き上げるんで、少しずつ全体を戻して指で伸ばしながらいきます。今度は巻き上げました。そしたらこのコクリ棒でさらにこの上に押し込んでいきます。こんな感じでグッと中まで入っていきますね。薄くしたフラップの皮をウェルトとアッパーの隙間に押し込んでいきます。はい、こんな感じでベベルドウエストできました。銀付きベベルドウエストはこの銀面がぐるっとねソールの断面まで巻き込んでいるので、すごくこの辺のつながりが滑らかで、普通のベベルよりも丸みがあってカチッと感というよりは色気の出やすいという感じかな。じゃあ次はフロント部分のコバやっていきます。そしたらこの目付けゴテで出し縫いの跡を一目一目つけていきます。そしたらこれは出し縫いの前に使ったウィールです。これを軽く当てて今の目付けにしっかり乗るかどうかを確認します。ここでずれると目付けがきれいに入んないんで、ある程度グリグリやって徐々に目付けを深くします。そしたらウェルトの面取りをします。そしたらこの温めたウィールをもう一回しっかり当てていきます。
次はコバインキでこの糸を染めていきます。これイギリスのコバインキの黒なんですけど、めちゃめちゃ臭いんですよね。なんでかわかんないけどすっごい臭いんですよね。何の匂いかというと、ちょっと今ね鼻で息しないようにしてるんですけど、何の匂いかっていうとちょっとあまり言えない匂いですね。はい、糸が黒く染まりました。全然ね、出し糸縫ったかどうかほとんど見えないぐらいになってますね。糸がよく潰れてウィールに馴染んでベルトと一体化してます。次はコバをヤスリで調整していきます。今度はガラスでコバを削っていきます。そしたら次は紙やすり当てていきます。じゃあ最後にコバを濡らして、このコバゴテ当てていきます。ちなみにこのコバゴテ、先端の形はこんな感じになってます。ちなみにコバゴテを当てる前と後はこんな感じの違いがあります。微妙にこのエッジの鋭い光沢みたいなのはコバゴテかけてない方はまだないのが分かりますね。かけた方は目付けのあたりとかこのウェルトのエッジのところとかが結構キラッと輝くんですよね。はい、コバできました。今回めちゃめちゃいいです。今まで作ってたコバよりも1段階上のレベルにいったかなという感じがしますね。こんな感じで、まずウェルトの目付け、今回ウェルトねかなり出幅が少ないんですよ。アッパーから飛び出していくこのウェルトの幅がかなり細いですね。なので上から見るとつま先以外のコバほぼ見えないですね。目付けがしっかり入って、さらにアイロンがしっかり当たって光沢が出てます。ここで出てる光沢っていうのは特に何も塗ってないので、革の繊維が押しつぶされたことによる光沢ですね。このウェルトの目付けもコバの光沢も最後にソールの仕上げの時にローを入れるともっと綺麗になると思います。でベベルドウエストのところは巻き込んで閉じてしまっているので、アッパーとは完全に密着してるし、ここね縫った出し縫いの糸は全く物理的に構造上見えません。ということでこの靴は次回は積み上げ、かかとの積み上げをやりたいと思います。もうすぐ完成ですね。シンプルだからこそ今回みたいなディティールの作業が生えてくるので、最後まで大事にやっていきます。ということで本日の革靴の件でした。